会社ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は Android を使っている人は変なやつなのかっていう話題について語っていきたくて、今年の5月に X であるポストが投稿されて、その内容がこの人ほんま合わんなと思ったら意味わからんスマホ持ってたわ。うすうす感じててんけど iPhone じゃない人大体変なやつ。悪い意味でこれガチっていう内容のツイートが。そいつの感性なんかなって思うけどな。もちろん偏見が入ってると思うんやけど、このツイートを、このポストが228万インプレッションで見事に炎上して、共感する声もあれば、Android ユーザーからのそれそうやろな。批判が相次いだんやけど、こんだけ話題になるってことは、それを感じ取る人も結構おるってわけで、この話題について、実際のところどうなのかっていうのを、我々の視点から解説していきたいんやけど、はいはい。こういうのは若い、スマホのメイン層である若い人に多いのかなと思って、実際その Android と iPhone のその iOS の、そのシェアの違いを見てみると、国内やと iPhone が 70% で Android のシェアが約 30% なんよな。日本ではもう圧倒的に iPhone が人気で。実際そうやな、周りもやっぱ iPhone 使ってる人が多いってイメージや。俺らも iPhone 使ってるわけや。そうやな、俺も iPhone。だから多数派に属しとるわけないけど、これが逆に世界を見ると、Android のシェアが 68% で iPhone が 19%。だからもう正反対なんやな。逆やな。なんか意外やわ。で、年代別にその日本のシェアを見てみると、やっぱり中高生、10代の中では圧倒的に Android が多くて。学生が iPhone が多い。学生が iPhone が多い。世代が上がっていくと、Android のシェアが増えていく。60代とかになると、男女ともにiPhone が3割ぐらいで、残りの7割が Android みたいになるんよな。10代やと iPhone 率は8割に上るんよ。これを顕著に表したネットの記事があって、その記事のタイトルが、絶対に iPhone が欲しい中学生の娘に Android を与えるのを虐待かしつけかっていう記事があって、この中に親の悩みが載っとって、中学生の娘に iPhone を与えるべきか Android を与えるべきか迷っていると。でこの親がAndroid を愛用しとって、主にそのコスト面と自由度の高さから、娘がスマホを欲しがったら Android を使わせようと思っていたと。でも、娘がこれに猛反発して、仲のいい友達がみんな iPhone を使っているから、絶対に iPhone が欲しいと。iPhone 以外は無理と譲らない。はいはい。確か学生やったら、そういうのありそうやもんな。俺らの時もみんながプレステ持っとるからプレステ欲しいみたいなそういうのがあったからさ、それに似たようなもんなんかなと思うんやけど、知恵袋とかでもさ、Android を使っているだけでいじめられてますみたいな質問もあったりしてさ。確かに知恵袋とか結構顕著に Android に対しての iPhone がマウント取ったり、Android からしても劣等感を感じるっていう意見が、だから結構あったわ。学生は顕著やろうな。だって8割っつったらもうクラスでな、ほとんど。周り全員 iPhone でもんな。それ全員 iPhone でもおかしくないもんな。これも正直今の学生やなって感じやな。俺らが学生の頃は別に、そもそも Android、iPhone とかも両方初期の状態やったからっていうのもあるけど、全然 Android やからって、バカにするようなことなかったけどな。初期の頃はな、出始めやからこそ、みんながどっちに偏るとかがなかったから、どっち使ったらいいかみたいなもなかったからな。俺もなんとなく最初が iPhone やったから、ずっとそのまま名残で iPhone 使っとるっていう状態だけで、別にその Android と比べて優れとるから iPhone 使うとかじゃないからな。多分最初が Android やったら、何も考えずにずっとまだ Android 使い続けとんのかなっていうぐらいのレベルやから。こだわりがないんやな。今の学生のiPhone マウントとかっていうのはあんまり正直理解できやんな。何使ってもいいやんって思うけど。多分、インフルエンサーの影響だと思うよな。有名なインフルエンサーが iPhone のケースとかをおしゃれに装飾したりして、で、それを、投稿したりするから、iPhone イコールおしゃれみたいなイメージがついとるんやと思うんやけど。俺らがスマホ使い始めた時って、Android の性能がちょっとしょぼかったんよな。実際しょぼかったらしいよ。俺もともと一番最初は Android やったんやけど、使えるアプリが少なくて、iPhone と比べて。あと、バッテリー持ちが悪いとかな。そういうのがあって、iPhone に変えたんやけど、一回 iPhone に変えると、なかなかな Android に戻れやんくなるんよ、これ。そのバックアップとかをもう iCloud に取ってしまったりしてるから、変えるのがめんどくさくて。あと充電端子もな、もうライトニングばっかり持っとるわけやから。結構やっぱ今Android をバカにする iPhone 使っとる人って、その当時の出来が悪かった Android のイメージのまま、今、Android 使っとるやつはみたいな感じで語っとるやつも多いと思うよね。時代は全然流れてな、
もう状況は全然違うからな。そうそう。で、今、よくよく調べてるのは、もう Android でも全然 iPhone に引け取ってないし、カメラとか、まあ、性能も含めて、むしろその価格面で見たら、なんか Android の方がいいんじゃないかっていう声も結構あるんよね。っていうかまあ iPhone と同じ値段で Android の端末比較したら Android の方が性能高いと思うよ、今は。ね、そう言われとるよな。性能だけ見れば、機能とかもな、Android の方が優れとんだやけど、10代とか学生やったら、機能とかは関係なくて、ただ、イメージが大事やから。確かになかなか難しいところであるよな。だからまあ、中学生の娘に iPhone を与えないのが虐待になるかっていう相談に対して答えを出すなら、10代のうちは iPhone を買ってやればいいと思うけどな。とりあえず。それで今いじめられる可能性が低くなるんやったら。で、そんな気にせん社会人とか30代になったら、もうほんと自分の好きなものをなんか使うようにしたらいいんじゃないか。そうやな。Android 使っとるやつが変なやつっていうのもさ、じゃあその変なやつが iPhone に変えたからって別に変なやつは変なやつのままやからさ。確かに。イメージを変えるために iPhone に変える必要はないやろうな。でまあ、Android のな、ちょっとメリットについてもちょっと話していきたいんやけど、Android は iPhone にはできやんことがいっぱいできるんよ。例えば、なんか音声コントロールとかで、Android って通話とか、YouTube の音声とか、通知音とかアラーム、着信音とかをそれぞれ音量設定できるんよな、別々の音量に。個別で。そう、個別で。これって iPhone ユーザーでは考えられやんやん。全部同じ音量になるやん。そうやな。それは便利やな。こんな感じで Android ってすごいカスタマイズ性が高くてさ、あとなんかブラウザとかも iPhone ってさ、貼られたリンクタップすると、もうデフォルトのさ、サファリとか勝手に開いたりするやん。でも Android は、デフォルトのアプリを設定することで、いろんな、まあ、Chrome とか Edge とかそういうので開くこともできる。まあ、あとなんといっても充電端子が USB-C なことやんな。タイプ C。iPhone も15以降はライトニングから USB タイプ C に変わったけど、まあまだほとんどの人はな、13とか14使っとるから。まあそうやな。未だに、今々しきライトニングを常に用意しとかなあかんっていう。目標の。めんどくささがあるよな。確かに。あと、一番いいなと思ったのはな、ツインアプリって機能で、LINE とかを2つ作れるんよな。アプリ。LINE2 つ持てるんよ。アカウントを1つの端末で。そう。あ、それは便利やな。だから仕事用の LINE と、プライベート用の LINE と分けて使ったりできるんよな。それ便利やな。それって LINE だけなん？例えば SNS とか。あ、そうそう、SNS もいける。いけるんや。LINE だけじゃない。うん。で、あと、マルチアカウントって機能があって、1つの端末でアカウントを分けれるん。めっちゃ便利やな。そう、だから、右の指紋で開いた時と左の指紋で開いた時で全く別の画面を出せるっていう。だから子供とかおる人は子供用のアカウントとか作って、そっちで使わせたりとかすれば。なんかまあ、極端な話、1台で2台持ちみたいなことができるんや。そうそう。だから子供向けの仕様にしたスマホを1個の端末で作れるっていう感じじゃない。倫理的にどうかとは思うけど、まあ、不倫とかしとる人はこうやってツインアプリとかマルチアカウントの機能を使えば、確かに。一切バレずにスマホ運用できるよな。そうやな。地味なやつと、まあ遊ぶ用とか、まあ趣味アカみたいなの作って、まあ一つの形成できるのはいいな。逆にその iPhone のメリットっていうとさ、なんかイメージ的なその機能以外の部分しかないんよな。ほとんど。ユーザーが多いから、なんか不具合があったらすぐ解決法が見つかるとかさ。おしゃれなイメージがあるとか、Mac と連携しやすいとか、まああと iPhone 世界中にあるから、世界どこに行っても修理ができるとかね。そういうのはあるけど、日常使うときはやっぱり Android の方が機能は便利。あと折りたたみがあるのは Android だけやから今のとこ。折りたたみそんな大事か？折りたたみは iPhone は一応開発しとるらしいけど、2026年とか言ってたから、まだまだ Android には追いつかんよ。いや、折りたたみかっこいいよ。使っとるやつ見たことないわ。見たことない。携帯ショップで見るぐらいやわんな。多分実際に使っとったやつ見たら、なんかこいつ変なやつやなって思うから、やっぱり Android イコール変なやつってのは、あながち間違いじゃないかもしれん。折りたたみスマホ使っとるやつは確実に変なやつやろうな。もう相当ななんかスマホオタクやろ。そうそう、Android は結構オタク気質の人が好まれるってのもあって、そういう偏見が持っとるんかもしれん。世間的にも。Android の方がこだわろうと思えば結構細部にまでこだわれるらしいから。確かにスマホ極めた人は Android に行くイメージあるな。Android の方がまあ自由度が高いっちゃ高いからな。さっきの話じゃないけど。それか、金がない人やな。Android 安いからさ。まあ純粋な。安いやつがあるから。金額が変わってくるからな。民度の問題か。そうだな。だから安いスマホ、安い Android を使っとるイコール金がない人、イコール民度低いみたいなさ、方程式はまあ成り立つかもしれん。確かに極論やけど。今は iPhone でも型落ちのやついっぱい売っとるから、
そういう意味では、めっちゃ古い iPhone 使っとる人の方がやばいやつ多いかもしれない。あながち間違いじゃないと思うわ。あと、高齢者のスマホを全然使いこなせやん人たちは、Android 使ってるイメージあるな。確かに。安い方がいいからな。そうそう。持たせようとする人が、どうせ iPhone 使いこなせんっていうか、まあ、安いスマホ持たしとけみたいな感覚で渡すから。そうやな、通話と LINE さえできればいいやろっていう。そう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 。感じやな。やったら、もう iPhone ほど高いの必要ないし、Android でいいやって。確かにそういう意味では、Android 使っとる人は変なやつが多いっていうのも間違ってはないかもしれんな。話しとれば。っていうかさ、もうシェア率見たらさ、7割と3割なんやからさ、一般的には iPhone 使っとる人が普通の人やんな。まあ、そやな。日本規模で言えば、そうなるよな。だから日本で Android 使っとる人は、まあ何かしら特徴のある人とも言えるかもしれんな。まあだから結局その、周りが使っとるのに対して少数派やから変っていう構図にもなっとるんかもしれんな。日本で iPhone が増えすぎだよな。日本の場合、携帯キャリアと Apple が提携して iPhone を売りまくって、で、イメージ戦略とかも成功したからな。iPhone が多いんやろな、日本では。あと、まあ日本がやっぱ豊かやから、そんだけ iPhone を買える人たちが多いから、こんだけ普及したんやろうな、iPhone が。なるほどね。海外旅行とかでさ、東南アジア行くとタイとかでもさ、iPhone 使ってる人ほとんどおらんからな。そやな。大体なんか、シャオミとか。サムスンとか、ね、そうそう。サムスンか。シャオミとか、Google Pixel とか使っとるよな。そやな。iPhone は、どうやろうな。水商売してる女の人ぐらいやな。iPhone 使ってるの。海外でね。俺が見た中では。金持ってる人たち。Apple の本場のアメリカですら半分ぐらいやからな、iPhone のシェアって。アメリカでもそうなんや。だから iPhone って結構日本向けにカスタマイズされてるらしいけどな。そうか。国内のものを使うやったら、日本やったらそれこそ、なんつうの、ソニーとかシャープの Android がもっと普及せなおかしいもんな。だから、Apple 側が日本人に合わせてきとんのよな、昨日。スイカのタッチ決済とかも iPhone めっちゃ早かったからな、対応するの。確かに。まあ、それはそうか。日本でこんだけ売れるんやったら。日本人向けに作れば、そんだけ売れるからな。で、まあ iPhone 使う人がだんだん増えてって感じか。そういう意味では日本人にとっては iPhone は使いやすいかもしれん。どうだろうな。学生はもう iPhone 使っときゃいいと思うけど、もう30超えた俺らみたいな世代の人たちは、周りの目なんてそんな気にせんくていいやんな。実際そんな気にせんしな。逆に iPhone じゃないとあかん理由がないんやったら Android にすりゃいいと思うで。俺らみたいな中年以降の人たちは。なんかそれでもおしゃれとかさ、そんな変な理由、なんかしょうもない理由で、iPhone を使い続けるぐらいやったら、もうもっと安い Android でな、便利に使った方が絶対賢いと思うわ。確かにな。さっきの話じゃないけど、例えば彼女、奥さんとかに Android 使ってバカにされるんやったら、所詮それだけの人やったっていう価値観にもなるし。確かに。X の人みたいにさ、Android ユーザーは変なやつって言っとるようなやつとは、絶対付き合わん方がいいやろ。そう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 。そういう物事でしか見れやんようなやつは。絶対苦労するやろ、そんなやつと結婚したら。こっちから願い下げやな。人のこと、ブランドも見るような目で見とるやろ。だから本当に Android を使っとっても愛してくれる人は本当のパートナーに選ぶべきなんじゃないか。そうやな。やし、俺に、さっきも言ったけど、まあ、古い iPhone 使ったり、なんか画面バキバキの iPhone 使っとる方がよっぽどダサく見えるわ、俺は。iPhone バキバキ率多いからな。俺は会社の携帯が Android で、使用携帯がスマホなんやけど、気持ち Android の方が落としても全然割れやん。それはどうなんやろ？ iPhone 使っとる人の方が扱いが雑なんじゃないの？それもあるかもしれない。古い iPhone とかさ、てかそもそも古いスマホ使っとるとさ、なんか圧倒的に性能に差があるし、なんか動きも重いからさ、それで時間を無駄にしとるってことが分かってない人やからな。未だになんか iPhone 8とか7とか使ってる人がおると大丈夫かと思うわ。確かに、そんなんやったらまた Android の最新の方に買い替えろよと思うな。そこまでして iPhone にしがみつくことないのにな。ほんまこういう話しとると俺も時間を戻せたら iPhone に変えた時に iPhone に変えずに Android にしとったらよかったなって思うわ。確かにな。俺らの時は全然 Android やからっていう偏見はなかったからな、学生の頃。今でもなんか機会があれば Android にしたいなと思うわ。なんかパソコンが Mac やからなかなか移行できやんっていうのはあるけど。まあでもやっぱりこの日本人のなんか iPhone 至上主義っていうか iPhone じゃないと人権がないみたいな考え方はやっぱおかしいと思うけどな。それ言ってる人はスマホのことをあんまよく知らん人やろうな。そうやろな。よくわからずに言っとるやろ、それ。多分、マウント取りたいだけやで。自分が iPhone しょうもない。しかも iPhone の中でも iPhone の最新機種とかプロとかプロマックスとかでもマウントの取り合いがあるらしいからな。女子高生とかの間でも。iPhone の中でも。いやいや、大変な学生時やで。でもなんか10代の女子高生がさ、20万もするような iPhone を使っとるのも怖い話やけどな。確かにな。まあほとんどは親の金であったり親のお下がりやけど。まあ中には
自分で買う人もおるけん、もちろん。家が裕福なんやろうな。そういう iPhone Pro とかを使ってるような女子高生は。無駄なマウント合戦ですよ。そんな気にせなくていいと思うけど、子供は iPhone で10年以降の俺たちみたいなおっさんは素直に Android を使っとけばいいと思うわ。それが結論やな。という感じで今日は Android を使ってるのは変なやつなのかっていう話について語ってみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。